Hi guys, JFK ことジオフランシス・カマタです。今日もリカさんと一緒に、1月6日に、起こった悪夢のような、アメリカ議会選挙事件について、語りたいと思います。あの事件、どういうふうに見てましたか？ SNS とかテレビを通じて。そうですね。なんか日本の多くのテレビ局でも連日今報道されているように、すごいショッキングですよね。トランプの支持者たちがバイデン氏の最終認定を行っている会場にわざわざなんか壁とかよじ登ったりとか、あと警察うん。とまた衝突して、なんでしょう、侵入していく、そういった映像を見ていて、なんでこんなことが起こってるんだろうっていうのが一番に思ったこうん。とですね。で、とりあえずこの、今、リカさんが語ってくれた事件についてあまり知識がない人のために、どんな事件が起こったかっていうと、その1月6日に、バイデン氏が正式に大統領として認定されるための、儀式、言うなれば儀式が、アメリカ議会で行われようとしてて、で、その儀式が行われようとしてた同じ日に、トランプ氏が、その集会を開いたんですね。その自分の主張、不正投票があったという主張が正しいと支持者に、発信するための、集会があって、で、その集会、が行った時に、そのトランプ大統領演説してて、で、彼は、その不正投票、があったことを、そのバイデン氏が大統領になるため、なるかどうかを、正式に認定しようとして政治家たちに、あの、主張しろって言って、で、それだけじゃなくて、あの、議会に歩いて行って強さを見せろっていう。で、トランプにな好意的なメディアは、いや、あれは、暴力を誘発したわけじゃないんだって言ってるけど、明らかに、キャンパス、キャピタルヒル、議会に向かわせる、しかもその怒りに満ち溢れている支持者たちを送る、しかも強さを見せろっていう言葉を使うと、何か起こるってことは十分考えられたわけだし、うん。結果的に、死人が、まあ、今、確認された時点で5人うん。発生したし、で、その政治家たちのにすごい危険が及んだことを考えると、彼が行ったことは、到底許容できないもので、あると僕は考えています。そのトランプさんのその演説でその支持者たちが動いたってことだと思うんですけれど、うん。どうしてそこまでそのトランプさんのそのたった数秒の発言がここまでの事態に発展したのかとか、JFK さんもしお考えがあったら聞いてもいいですか？うん。一つは、彼が既存の政治家とうん。すごい違うから。で、トランプ大統領を支持している人の多くは、そのメディア、またはその政治に長くいる人みたいな、いわゆるエスタブリッシュメント、うん。社会的地位が高い人に対して、その偏見というか、その強い嫌悪感を抱いていて、で、それは、例えば、経済的に、苦しい立場に置かれていることが原因だったり、で、あと白人、自分が白人で、で、アメリカ国における白人の地位が、有色人種の増加によって、低下していることによって感じる危機感だったり、その政治家に対する不信感が強い人、からすると、トランプ大統領みたいな存在、いわゆるエスタブリッシュメントをバッタバッタ切っていくような人うん。に対して親近感を抱くっていうことから、それが、この4年間で、なんかカルトまでの信仰ではないけど、そういううん。ものに変わっていってしまったっていう。そう、だからトランプ大統領の性格、に共感を覚える人で、それに対して、答えたいっていう人が、まいたことが、そういう、過激な行動に出てしまう結果になった理由かなと思います。彼は今回その副大統領のペンスさんに対して、ツイッター、またはそのソーシャルメディアなどで、そのペンスさんがそのトランプさん
に負けを認めてって言ったときに、結構非難したような気がするんですけど、副大統領にそんな態度を取っていいのかっていうふうに個人的に思っちゃってたんですけど、まあ、トランプ氏の人間としての、なんだろう、本当に、感情がある人間なのかなって、ちょっと疑ってしまったんだよね。うん、まあ、ペンスさんに対してあんなこと言う。でよく考えてみたら、ペンスさんはもう、この4年間ずっと、トランプさんの言うことを、かばってきて、ずっと忠誠心を示してきて、トランプ政権の中でいろんな人が嫌いだけど、数少ない、トランプ大統領に忠誠を誓う人。うん、で、その人をたった1回の、しかも、憲法違反をしなかったっていうことを理由に切ってしまうっていうのは、果たしてね、うん、どういった心境をしてるんだろう。もういたたまれない気持ちになって、あんだけ尽くしたのに、最後の最後であんなに簡単に切られてしまうっていうのは、うん、あと同時に、ペンスさんも、絶対にトランプさんからひどく、ちゃんと自分でやることを、やることによってトランプさんから言われることも十分考えてただろうし、で、あとうん、議会に乱入していっていった、やからたちは、トランプ大統領がペンスさんを悪く言うのを見て、いや、あいつ、ペンスさんを、吊るしてしまいたいことを言ってた人がいるっていう、報道もあったように、身の危険もあったのね、彼に。うん、そうなそんだ。う。だから本当に、その状況下でよくペンさんはやることをやったかなっていうふうに僕は思いますね。うん。いや、ペンスさん頑張ったね、すごく。うん。ちなみに、トランプさん、残りあと10日と数うん。日、任期がまだ残ってると思うんですけど、またこの期間に、短期間で何か、また別の悲劇というか、そういった事件が起こる可能性っていうのは考えられるんですかね。うん。まあ、彼はね、僕らの予想を超えることをずっとしてきたから、うん、ね、僕らが、ありえないことを考えてることも、起こるかもしれない。本当何があるか分からない。今回のその1月6日のあの事件も、誰も予測してなかった。トランプを悪く言う人たちも。うん、なので、うん、とりあえずおとなしくして、1うん、月21日に、ま静かに退いてほしいなっていうのが純粋な、アメリカ人としての、思いです。じゃあ、また、はい、皆さん、JFK チャンネル、でお会いしましょう。今日はリカさん、ありがとうございました。ありがとうございました。